おはようございます。今回はツヤを均一にするためのスプレーの振り方についてやっていこうと思います。では行ってみましょう。まずはダメなスプレーの吹き方です。ダメな吹き方その1です。これは極端にやってるんですが、こんな風に振ってしまったらツヤはどうしても均一にはなりません。どんないいスプレー使っても均一にはなりません。ダメな吹き方その2です。これも一見いいように見えるんですが、これもツヤは一定にはなりません。なぜかというと、まずスプレーと物の距離を見てください。この時の距離とこの時の距離、すごく差があります。この差でツヤが均一にはなりません。具体的に言うとちょっと極端にはなりますが、近いところはテカテカに、遠いところはツヤ消しのようになるイメージです。スプレーが乾燥した後のこのフローリングを見てみましょう。こんな感じでツヤが上がっているところとツヤが消えているところがまだらになっています。こうなると綺麗な作業とは言えません。次にいいスプレーの吹き方です。まず軽くドライヤーでスプレー缶を温めます。これはかなり危険なので一般の方はしないでください。缶を温めることによって中のガスを膨張させてスプレーの勢いや粒を整えます。まずどんな振り方か見てみましょう。一吹き一吹き高さと距離がある程度一定で保たれています。ドライヤーで吹き飛ばすことによっても粒を整えています。ツヤがどうなっているか見てみましょう。ツヤムラもなく一定に吹けています。ビニールマスカーを取ってさっき取ったダメなパターンと比べてみましょう。ダメな方はムラムラでツヤが上がったり下がったり。いいスプレーの吹き方はかなり一定です。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。